石原慎太郎だ。今日は東横キッズとパパ活とやらについて遠慮なく切っておく。新宿の映画館の横に夜な夜なが気がたむろしてる。家にも学校にも居場所がないって顔で、だらしなく座り込んで、スマホ片手にパパ活の相手を探している。まるで日本の社会のゴミ捨て場みたいな一角だな。まず勘違いしちゃいけないのは、彼らだけを責めて終わる話じゃないってことだ。あれは日本全体の怠けと無責任があの路上に集約された光景なんだよ。親はどうした？子供を産んだだけで親になったつもりか。しつけもせず、働きもせず、自分のスマホゲームに逃げてる大人がガキに何を教えられる？家の中で孤立させといて、いざ東横に座り込むと、うちの子が心配ですだ。笑わせるな。学校はどうだ？多様性だの個性尊重だの耳障りのいい言葉で中身のない教育をして責任と恥を教えない戦後教育の悪い部分の集大成だなって。自分の国の歴史も親や祖父母がどういう時代を生きたかもろくに教えない。それは根っこのない若者が量産されるはずだよ。で、本人たち、東横でパパ活してる少女たち、聞きたい。君らの値段はいくらなんだ？1時間いくらで日本人としての誇りと未来を売ってるつもりだ。安すぎて涙が出る。金がない。親ガチャ失敗した。社会が悪い。確かに背景はいろいろある。それでも自分の体と人生を切り売りすることでしか稼げないと平然というその精神の貧しさを問題にしなきゃならん。勘違いしているのは大人側も同じだ。パパ活を援助なんて言葉でごまかしている中年男。あれは単純明快な搾取で立派な弱い者いじめだよ。孤立している少女の孤独と不安につけ込んで数万円で体と心を買っているんだ。自分の娘が同じことしても仕方ないで済ませるのか。そこまで想像できない鈍感さが一番みっともない。ただな、ここで昔は良かったとか意固しても意味はない。昔だって貧しい女は体を売ったし、どうしようもない親もいた。ただ決定的に違うのは、今はそれをしょうがないで片付け、自己責任で蓋をして、そこにある恥を恥として語らない社会になったことだ。恥を売った自由ほどみっともないものはない。日本人の誇りってのはね、立派なビルを建てることでも GDP を膨らませることでもない。報いるべき人間に報い、守るべきものを守る、その筋を通す感覚のことだ。親に、知人に、そしてまだ何も知らない子どもたちに対して自分はどう振る舞うべきかを考えることだよ。東横キッズを見て最近の若いもんはと嘆いている視聴者諸君、鏡を見なさい。あれは大人社会の縮図だ。会社でも政治でも責任を取りたくない大人がごまかしと見栄で生きている。その末路があの路上だと思えばいい。じゃあどうするか。警察を増やせ、 SNS を規制しろ、そんな小手先の話じゃない。必要なのは居場所より先に役割を与えることだ。人間は居場所だけあっても腐る。自分が誰かの役に立っている、必要とされていると感じて初めて真っ当に立っていられる。家の中で、学校で、地域でガキを客や被害者として扱うのをやめろ。小学生でも中学生でもきちんと責任を分け与えろ。家の仕事を任せる、元の子の面倒を見させる、本気の部活や職場体験に放り込む。きれい事じゃなく、少し背伸びしないと務まらない役割を与えるんだ。それともう一つ、貧困対策と言いながら金だけ配って使い道は自由ですなんてやり方もやめた方がいい。金は必要だ。だが金だけは人を簡単に腐らせる。奨学金でもバイトでも学びや仕事とセットで渡す仕組みをもっと用意しなきゃならない。日本人の誇りはどこへ行ったのか。答えは簡単だ。まだ消えていないが、多くの大人が自分の番で使わずに放棄し続けているだけだ。誇りってのは国歌を大声で歌えば湧いてくるような安っぽい感情じゃない。面倒くさい責任から逃げない態度の積み重ねでしか育たない。東横のガキを見てせせら笑うか、同情して終わるか、それとも自分の暮らし方を少しだけ変えるか。日本人の誇りがどこに行ったかなんて難しい話じゃない。今この瞬間、お前がどう生きるか、その選択の中にしか存在しないんだよ。